朝鮮人強制連行被害者遺族協会スポークスマンが1日、日本の蛮行の罪を絶対忘れず、100倍、1000倍の血の代償を払わせるだろうと題した談話を出しました。談話は、日本帝国主義が犯罪的な国家総動員法を公布した時から83年になる。1938年4月1日、第一次近衛内閣によって作られた国家総動員法は、無謀な侵略戦争の拡大を正当化し、その遂行に必要な人的及び物的資源を総動員という名のもとに強権で略奪して補うためのファッショ的な戦時悪法だった。この悪法の公布から日本敗戦の1945年8月まで、840万人以上の朝鮮人が国内はもとより、日本の炭鉱、鉱山、造船所、ダム、鉄道工事場などの区域場と中国南洋群島などの日本侵略軍の戦場に引っ張られ、長時間の過酷な奴隷労働と虐待、悲惨な弾よけの運命を強いられた。この時から日本は旧日本軍慰安婦募集をさらに本格化し、10代の少女から人妻に至るまで20万人の朝鮮の女性を誘拐拉致して野獣と化した日本侵略軍の制度例にした。実に日本がおびただしい朝鮮人を侵略戦争の弾よけに、労働奴隷、性奴隷にして苦痛と死を強いた非人間的な蛮行は人類の歴史に例のない特大の国家犯罪だ。にもかかわらず日本当局は、日本帝国主義の過去の反人倫の罪を深く反省し、謝罪することはおろか、堅なに否定して正当化し、その責任を逃れようと、厚顔無知な手の限りを尽くしている。さらに我慢できないのは、日本帝国主義の一番の被害者である共和国を目の上のコブとみなし、国際舞台で悪意に満ちた妄言を連発し、朝鮮半島の再侵略の企みを露骨に表すばかりか、強制連行の被害者で、その末裔である朝鮮総連と在日朝鮮人を弾圧して制裁を加え、果ては在日朝鮮学生と子供にまで魔の手を伸ばして、その教育権と保育権を重大に侵害していることだ。日本当局がこうした悪辣な反共和国、反朝鮮人策動を執拗に続ける目的は、白日のもとにさらけ出される身震いする反人倫の罪の責任を逃れ、国際社会の耳目をそらして過去の罪の清算を免れ、誰それの脅威にかこつけて軍事大国化を促して、大東亜共栄圏の見当てぬ夢を必ず果たすためだ。いくら歳月が流れ、世代が入れ替わっても、我々は日本の蛮行の罪を絶対忘れず、100倍、1000倍の血の代償を払わせるだろう。日本当局は過去清算の責任を絶対逃れないことを明記し、アナクロの朝鮮的政策と在日朝鮮人に対する卑劣な人権蹂躙行為を直ちにやめるべきで、一日も早く、朝鮮の過去の被害者と遺族に徹底的な謝罪と賠償をしなければならないと述べています。